この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は、ポージングについてです。皆さんからある質問の中で多いのが、ポージングうまく描けません。どうやったら魅力的なポージングが描けますかという質問です。確かにね、ポージングをうまく描けると、あんな魅力的な絵や、こんな人を引きつけられる絵、自由自在に描いている紙絵師のように、楽しく気持ちよくお絵描きができて、そしていいねもバンバンもらえるんだろうなーって思いますよね。そしてその想像は、その通りだと思います。ポージングがうまく決まれば、描いている人も気持ちいいですし、見ている人も、うわーこのキャラ素敵ってね、心が引きつけられやすいですから、イラストにとってポージングがうまいというのは最強の武器になると思います。でも難しい。思ったように描けない。そうなんですよね。ポージングって難しいですよね。でもね、これには理由があるんです。難しく感じてしまうポージング。これなんで難しいと感じるかというと、ポージングが苦手な人って全てのことを同時にしようとしてしまうからなんです。ポージングってですね、言葉としては一つのことのように思うんですが、実はですね、いろいろな複合的なことが合体して、ポージングという作業が完成するんです。サッカーにしても、例えばパスを受けるという行為がありますよね。でも、パスを受けると一口に言っても、ボールが落ちる地点を予測して、体勢を整えて、胸でトラップして、そのボールを足元に収める、みたいないろいろな要素が合わさって、パスってできているじゃないですか。練習をまるでやっていない人が、そんな複雑な行為を一発でできるかといったら、難しいですよね。パスという一つの行為を行うだけでも、ボールがどこに来るのか、そしてトラップ、その後足元にボールを収めるという行為をそれぞれ分解して、それぞれで練習しなければうまくいかないと思います。そしてそれは絵のポージングにおいても一緒なんです。ポージングを構成している一つ一つの要素を分解して、それぞれを意識的に練習していけば、ポージングは誰でもうまくなるんです。一つ一つ順番に解説していきますね。それでは早速行ってみましょう。言葉から考える。まずですね、ポージングが苦手な人ってどうするのかというと、いきなりポージングを書き出そうとしちゃうんですよ。書きたい気持ちを抑えられないのはいいことなんですが、これはですね、ブブー。だからポージングが苦手なんですよ。上手なポージングが書けるようになりたいのであれば、まずはポージングからではなくて、言葉から考えるのが重要なんです。どんな言葉を考えればいいのかっていうと、これは一言で言うと、どんな絵を描きたいのかです。これを言葉にしていきましょう。例えばですね、元気なキャラの絵、おすまし姿のキャラの絵、かっこいいキャラの絵、色っぽいキャラの絵、なんていう風に、当たり前のように感じるかもしれませんが、事前にこの言葉をはっきりさせておかないとですね、ポージングを描いているうちに、あれこの絵って何を描き表したかったんだっけって感じで、ゴールが見つからずに右往左往して迷っている感じになっちゃいがちなんですよね。いや、当然です。だって、どんな絵を描きたいのかというゴールを決めずに走り出しちゃってるわけなんですから。これではですね、あれ俺、どこ行きたかったんだっけってね、迷子になっちゃうのも当たり前なんです。はい。そしてここまで聞いてね、よーし、じゃあ、元気なキャラにしよう。さて、ポージング書くぞーと、意気揚々と走り出そうとしたあなた、まだです。まだもうちょっと待ってください。まだね、言葉にできていない部分があります。それが、こんなポーズにしよう。です。さっきはね、どんな絵を描きたいかということで、イラストの大元にある感情を決めました。元気な感じ、おすましな感じ、かっこいい感じ、色っぽい感じですね。次はですね、その感情をどうやったら描き表せるのかを考えてみるんです。例えば、元気っぽい感じを描き表したい時には、キャラにどんなポーズを取らせたら効果的だと思いますか？僕だったらそうですね、飛び跳ねているとか、勢い余ってちょっとこけそうとか、あとはね、身を乗り出している感じとか、じゃあおすましな感じはどうでしょう？振り返っているとか、ちょっとね、つまらなそうに目をそらしているとか、しゃがんで頬杖をついているとか、そういうポーズが思い浮かびます。じゃあかっこいいポーズはどんな感じでしょう？僕がパッと思いつくのは、戦うポーズとか、眠たそうに首に手を添えているポーズとか、あとは崩したピー
ースサインなんかもかっこいいと思います。このように、どんな絵が描きたいかで、絵で表現したい感情を決めて、そしてこんなポーズにしようで、どういうポーズならその感情を描き表すことができるのか、言葉によって絵の向かう先、ゴールを明確にするのが重要なんです。ポージングが不得意な人は、描く技術よりもまずはその部分、最初にどこを目指すのかを決めずに走り出してしまうので、ゴールになかなかたどり着けずに、俺、ポージング苦手なのかなって凹んでしまう。そういうことが非常に多いんですね。それを解決するためには、まず書く前に言葉を決めてください。これをやるだけでも、ポージング圧倒的に上達しますよ。棒人間を描く。さて、次は何をするかというと、棒人間を描くことですね。絵を描き慣れた人は、この棒人間を描かなくてもうまく描くことはできますが、描き慣れていない人はですね、これを描かないと、さっきも言ったように、同時に何個も何個もできない行為を重ねてしまうことになります。まずはここから始めていきましょう。やり方は簡単です。まず、顔の位置、丸を描いて、そして首を描きます。そして肩のラインを描いたら、胴体をスーッとまっすぐ引いて、そしてここに三角を作りましょう。これが肋骨のイメージですね。そしたらお腹の下に骨盤を表すような三角を描いたら、その両側からスッと足を生やしていきましょう。膝の関節は丸で描き表して、ここに関節がありますよって分かりやすくしましょう。で、最後に両肩から腕を伸ばしていきます。腕も関節部分は丸を描いて表しましょうね。そして最後、ここがポイントですが、必ず顔の中身、とりわけね、目線をちゃんと書き込んでください。こんな風にね、雑でも構わないので、目線を入れた方が、そのポーズによってどんな感情が湧き起こるのか、圧倒的に想像がつきやすくなりますので、目線は忘れずに書き入れましょう。はい、こんな感じ。簡単でしょ？これならなんとか書けそうですよね。最初は、この棒人間を使って、いくつかのポージングを書けるようになること。これを練習してみてください。それでは、いくつかのポーズを実際に棒人間を使って書いてみましょうか。さっき言葉を決めた元気な感じを表現するために、飛び跳ねているポーズの棒人間を数パターン書いてみたいと思います。1個目がタッチポーズですね。さっきと同じように顔、そして肋骨、骨盤と書いていって、その次に足を書いていきます。僕の経験上、手よりも足の方を先に書いちゃった方が全体的なバランスが取りやすいと思います。そして腕を広げて元気なポーズをとってあげましょう。手のひらもね、できればかなり雑でもいいので書いてあげるとさらにいいでしょう。そして忘れずに目線を書いてあげます。余裕があれば口の表情も追加してもいいですね。はい。1個目これで完成。さっきよりも若干動きがついた分複雑になりましたが、これもね、頑張れば描けそうでしょう。はい、2個目いってみましょうか。次は少しだけ難しくなります。角度をつけてみますね。顔を描いて、肋骨を描いて、肋骨はね、さっきと違って少しひねって横から見たような感じです。上半身がひねられているので、骨盤も横から見たような感じになって、で、足が骨盤の横からなので、画面の手前から生えている感じになりますね。はい。足を曲げて飛び跳ねている感じにしていきます。膝関節はさっきも言ったように丸で描きましょう。でね、足の部分はさっきは線で描きましたが、こんな風に三角で描いてあげても厚みを想像できていいでしょう。そして腕を描きますね。元気な感じを描きたい場合には、腕はある程度広げておいた方が元気な感じになりやすいですね。目線を描き入れて、はい、2個目終了です。ちょっと角度がつきましたが、これも少し練習すれば誰でも描けるようになると思います。さあ次、3つ目描いていきましょうか。次はね、もうちょっとひねりを強くした飛び跳ねポーズを描いていきます。顔は画面左の方を向いて、今度は最初に顔の表情を描き入れていきますね。順番はね、慣れてきたらその時々で好きな順番で描いて大丈夫ですよ。そして肋骨の三角、体をひねっているのでぐにゃっと曲がって骨盤は横を向きます。そして骨盤の横から足を生やして膝を曲げつつ飛び跳ねポーズを作っていきましょう。同じく両腕を大きく開いて元気な感じにしていったら、はい、3つ目の棒人間完成です。
いかがですか？いきなりポージングを書けって言われると難しいですが、この棒人間ならなんとか頑張れば書けるような感じがしてきますよね。苦手な人は、まずはここから始めてみると、劇的に絵が描きやすくなりますよ。肉付けする。さあ、次の段階では、キャラクターの素体となる肉付けをしていきましょう。今描いた棒人間はあくまでキャラクターの骨のようなものですから、ここにお肉をつけてあげないと、今のままでは存在感が希薄すぎて、吹いたら飛んでいっちゃいそうですよね。今描いた棒人間をうっすらと透かして、この上からこんな風に体を描いていってあげましょう。コツとしては、最初からあまり筋肉がどうとか、そういったことを意識しすぎないことです。丸い円柱状の筒がこの棒人間に巻きついているくらいのイメージで大丈夫ですので、今までただの骨組みだったものに厚みを追加していく感じでやってみてください。コツとしては、丸い円柱と円柱のつなぎ目をしっかりと線で描いてあげることです。足の付け根とか、腰のラインとか、腕の付け根とか、そういった部分に断面のような線が入っていますよね。これを描いておくことで、より立体感を把握できるようになりますので、練習するときには特に意識してこれを描くようにしてください。はい。こんな感じ。そして同じく2個目も肉付けしていきますね。次はちょっとだけ人体を意識しながら柔らかく描いてみます。胸の膨らみや腰つきなど描き慣れてくると、さっきの円柱の上に立体感を追加しながら描けるようになってきます。最初はね、なかなか同時にはできないですが、練習を重ねていくと、こういった肉付けが上手くなっていきますので、諦めずに練習を重ねてみてください。腕のラインもただの円柱の連続ではなく、少しだけリアルな人体に沿ったカーブを付け加えていきます。手の表情も少し細かく描いて、最後に顔、目線と口元で表情をつけて完成ですね。3つ目も同じく肉付けしていきましょう。注意するポイントは一緒です。円柱を重ねていって、断面がどの方向を向いているのか強く意識しながら描いていきます。棒人間が描いてあると、そこに肉付けしていく感じなので、かなり描きやすいですね。全身を描くのって結構難しいと感じる人が多いと思いますが、棒人間ですでにバランスが整えてあるので、この描き方をするだけでも、あれ？私こんなに絵がうまくスラスラ描けたっけ？ってね、不思議な感覚になると思います。はい。こんな感じで棒人間に肉付けをしてあげることで、よりキャラクターらしく存在感がある形になりましたね。ポーズ例をいろいろ描いてみる。元気なポーズ。では、ここからは応用編です。さっきまで説明した工程を何度も練習して、よーし、結構描けるようになってきたぞっていう人は、ここから紹介するように様々なパターン、様々なポージング、そして様々な描き方を試してみると良いでしょう。これからポーズ例として、いろいろなパターンをお見せしていこうと思います。それと、ここからは描いているうちにどんどん描き方のレベルが上がっていくと思います。いきなりね、これをやれって言われても無理だと思いますが、何度も練習していくことで、これから書く書き方は身についていくと思いますので、恐れずにチャレンジしてみてください。まずはさっきも書きました。元気な感じを表現するための飛び跳ねているポーズ、勢い余ってこけそうなポーズ、そして身を乗り出しているポーズ。さっき飛び跳ねているポーズは書いたので、残り2つのポーズを書いていきましょう。まずは基本に忠実に棒人間を書いていきます。先ほどのおさらいも兼ねているので、丁寧にいきますよ。顔、肋骨、そして骨盤の横から足が生えています。関節部分は丸で書き表すんでしたね。そして両手を横に広げて元気な感じを表現します。そしたら棒人間を透かしましょう。この上から肉付けしていきます。顔と表情を描いたら、今度は髪の毛も一緒に描き加えちゃいます。さっきはね、髪の毛を描きませんでしたが、髪の毛もポージングを描いていく上では非常に重要なパーツです。これがあるのとないのとでは、ポーズの印象が大きく変わってしまいますので、この段階で髪の毛を描き入れられるのが理想的でしょう。胴体、足、そして手足の肉付けをして、はい、一つ目の勢い余ってこけそうなポーズ完成です。さあ、次のポーズいってみましょう。次は、身を乗り出しているポーズですね。ちょっとこれは今までと違って難しい応用編です。なぜかというと、角度によって肋骨と骨盤が縦に重なっているからですね。この角度は首も意識しづらいので、少し練習や慣れが必要かもしれませんが、意識すること自体はさっきと一緒。それを3次元的に理解すれば書けるようになるポーズだと思います。胸をぐっと前に突き出して身を乗り出しつつ、腕を
床についています。膝も地面についているので、床に設置している部分が多いポーズですね。この段階で髪の毛の当たりだけ取ってあげてもイメージが膨らんで良いでしょう。はい、棒人間ができたので肉付けをしていきます。棒人間の時もそうですが、肉付けをしていく時のコツはですね、あまり丁寧に描かないことです。例えばですね、僕の描き方を見ていて気づくかもしれませんが、線をつなげて描いていませんよね。これはわざとこう描いています。このように一見大雑把に描いていくことで、全体のバランス感を簡単に取ることができるようになりますし、立体感をイメージしやすくなるんですね。髪の毛についてもささーっと全体の流れだけを描いていくイメージで、細部は書き込まないように描いてあげると、より勢いがある、流れのあるようなポージングを描けるようになると思います。はい、これで2体目のポーズが完成しました。おすましポーズ。さあ、今日はたくさんのポーズを描いていきますよ。ついてきてくださいね。次はおすましポーズを描いていきます。そしてここからさらに作画レベルを上げていきますね。さっきは棒人間から描いていきましたが、あれを何度も描いていると、それが頭の中だけでできるようになってきます。そうすると、こんな風に骨の部分を省略して肉付けからスタートすることもできるようになっちゃいます。肉付けからスタートできるぐらい余裕が生まれてくると、構造感よりもむしろ人体的な柔らかみのような部分に意識を向けることができるようになってきますので、ほら、さっきよりも柔らかな線で滑らかに描いていけているのがわかると思います。練習を重ねていくと、こんな風に描けるようになっていきますよ。すごく見ていて気持ちよさそうでしょ？最後にこんな風にグレーを塗ってあげても全体のボリュームを確認できていいと思います。2つ目のおすましポーズ描いていきますね。先ほどの元気ポーズと違って、おすましポーズはあまり腕を大きく広げずに自然に下ろしたり、後ろで組んだりすると感じがよく表現できますね。その分の動きのなさを髪の毛の流れとか、あとは服のはためきなどで補ってあげるといい感じになると思います。そしてここからは服も同時に描いていきます。最初はね、服まで同時に考えると混乱しちゃいますので、これまではあえて描いてきませんでしたが、ポージングを描き慣れていくと、服も同時に考えられるようになっていきます。この手順を踏んでいけば、誰もがこういうことができるようになっていきますから、心配いりませんよ。はい、2つ目完成。さあ、3つ目いきましょう。3つ目は、しゃがんで頬杖をついているポーズですね。同じように棒人間を頭の中に想像しながら、肉付けから入っていきますね。さあ、今回何個もポージングを描いていますが、これですね、別に特殊なことではなくて、僕は絵を描くときには結構この段階で色々なポージングを試行錯誤します。今見ていてわかると思うんですが、1個のポーズを描くのにだいたい5分ぐらいですから、この段階でいくつものパターンを試せた方が最終的な絵のクオリティが上がるんですよね。後の工程で完成度が上がった状態でパターンを試すのはなかなか大変ですが、今のラフの状態でパターンを試しておくと、よりイメージ通りにイラストの完成を迎えることができると思います。でもね、完成度を想像しながらイメージをフル回転しながら描いているので、結構集中力が必要な作業なんですよね、実はこれ。はい、3つ目完成です。かっこいいポーズ。はい。ここからはかっこいいポーズを描いていきたいと思います。といっても、基本的な部分、意識するポイントは今までと一緒です。さっきまでは女性キャラを描いていたのですが、今回は男性キャラです。そういった部分で少しだけ意識として違うポイントがあります。さっきと同様に、棒人間は頭で想像しながら描いていきますが、男性を描く場合には、より直線的に硬い感じをイメージしながら描いていくと、感じが出やすいと思います。それと全体的に肉付きが分厚めなので、女性よりも立体感を強く意識しながら描いていくと、男性っぽいゴツゴツした体つきを表現することができるようになると思います。はい、2個目いきます。サクサクいきますよ。2つ目は戦うようなポージングですね。体つきも先ほどのキャラクターと比べてより筋肉質でパワフルな感じを想定しています。棒人間を何個も描き込んで、棒人間なしで描けるようになってくると、こういった体つきの調整なんかもこの段階で意識できるようになっていきます。諦めずに続けてみてください。必ず効果があると思います。腕をガッと前に突き出して迫力があるポージングを作っていきます。はい、こんな感じですね。そして最後3つ目いきます。首に手を添えて眠たそうなポーズですね。男性キャラではお約束なポーズだと思います。先ほどから気づいているかもしれませんが、ポージングって言われるとどうしても全身を描かなきゃいけない
って思っている人がいると思います。ですが、そんなことはありません。ここが描きたいっていう見せたいポイント以外は、思い切ってぶった切ってトリミングしちゃうのも重要な演出の一つです。ポージングだからといって全身を描く必要はないので、描きたい部分により意識を集中させてみてくださいね。色っぽいポーズ。さあ、最後、色っぽいポーズの例です。色っぽいと言ったら、髪を描き上げるポーズっていうのはね、ちょっと安直すぎますかね。いやー、僕はですね、女の人が髪の毛を描き上げるシーン、とっても大好きです。まあちょっとね、浅野敦子さんぐらい頻繁に髪を描き上げられるとちょっとやりすぎかなとは思うんですけどね。最初に紹介した元気ポーズのように分かりやすく手足を広げなくても肩を少しだけ上げてみたり、首を傾けてあげたりするだけでもすごくね、表情が出ることがお分かりいただけると思います。なかなかいい感じに描けました。はい、二つ目のポーズいってみましょう。二つ目はちょっとラフな座り方でアイスを食べている女の子ですね。少し俯瞰気味に見ているアングルなので、さっき言った体の断面を強く意識して描くことが必要な地味に難しいポーズです。自分の想像だけではなかなか想像するのが難しい時は、Twitter とかインスタとか写真集とかで自分が惹かれたポーズを参考にしながら、今紹介した描き方でそのポーズを再現してみてください。ポーズを自分の頭の中で整理して再構築していくことで、次からそのポーズを描けるようになると思います。はい。そして最後のポーズ。ここまでですね、僕ポージングって言ってきましたが、僕はですね、あんまりポージングに頼りすぎるのも良くないなぁと思うんですよね。いや、なんでかっていうと、ポージングをつける目的って、見ている人に感情を想起させることが目的なので、ポージング以外でそれができるなら、全然それでもいいからです。それで言うとね、何よりも大事にしてほしいのは、やっぱり顔の表情なんですよね。なんかもう、こんな風に切なげな表情でじっと見られてごらんなさいよ。もうね、どんなポージングよりもキュンってしちゃうでしょ？もし今回の動画を見て自分はポージングが苦手だなーって思ったとしてもですね、へこまないでください。そんな人は表情で勝負。表情が魅力的に描ければポージングがあんまり上手くなくても大丈夫。最後にこの考え方取り入れてみてくださいね。構図を模索する。はい。長い間お疲れ様でした。いろいろなポージングの例を見ていただいたので、もう自分の絵を描きたくて皆さんうずうずしているのではないでしょうか。ですが最後、ここを見ないと損しますよ。今学んできたポージングを最大限活かすには、最後に構図。これを意識しなければいけません。先ほど描いたこのアイスを食べている女の子の絵。このままだとイラストとしてあまり魅力的ではありません。ただ単に素材のような感じですよね。この素材を使ってどうやって良いイラストにしようか、そう考えるのが構図という考え方です。こんな風に拡大したり移動させたりしつつ大胆に画面に配置してみてください。もったいないからといって全部画面に入れようとしなくても大丈夫。より魅力的な部分を残してそれ以外の部分は思い切ってトリミングしちゃった方が魅力のあるイラストに仕上げることができますよ。イラストとして想像がつきやすいように背景もうっすら当たりを取っていってみますね。田舎の踏切のところで待ち合わせしてたんでしょうね。踏切の柵に腰掛けながらアイスを食べている女の子。ごめん、待ったって息を切らせて走ってきた僕に、遅えよ、バカってね、乱暴に言い放つ彼女。普段はおしとやかな彼女なんですが、僕といる時だけこんな乱暴な態度を取るんですが、その姿を見てね、僕はこう思うんです。ああ、僕だけにこんなだらしない姿見せてくれるんだな。僕だけに気を許してくれているんだな。って、ほんと男ってバカですよね。いやー、ちょっと張り切りすぎて例を描きすぎちゃいました。ですが、これだけ例を見ることができれば、自分が描きたいポージングに応用した時にも想像がつきやすくなるのではないでしょうか。また今回の動画では、断面という言葉が頻繁に出てきたと思いますが、このあたりのことをもっと詳しく知りたいという方はですね、こちらの動画、超有料級イラストが3日で上達する方法をご覧ください。この動画では断面という言葉ではなくて、ワイヤーフレームという言葉を使って解説していますが、合わせて見ていただくことにより、より深い理解につながると思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで、再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。